1995年に放送された新機動戦機ガンダムウィング。それまでの宇宙世紀シリーズから一転、魅力的なモビルスーツたちに加え、美少年たちが主人公で、女性も対象としたメディア展開を行うなど、斬新な試みが取り入れられた結果、新たなファンの獲得に成功した作品でもあります。そんな本作は、シリアスなストーリーとは裏腹に、登場人物たちの奇想天外な行動や展開に、ツッコミどころ満載なネタが仕込まれた、印象に強く残るシーンが多々存在する作品ですが、そもそも、この作品の個性豊かな登場人物たちは、どのようにして誕生したのでしょうか。今回は、そんな新機動戦機ガンダムウィングの登場人物に関する初期設定を見ていきたいと思います。1、ヒーロユイ。ヒーロはガンダムウィングの主人公。アニメ本編では15歳で、幼少期に工作員としての英才教育を叩き込まれて育った少年です。第1話からで話題になり、ツッコミどころ満載な身体能力を持ち、不愛想なキャラでしたが、徐々に本来持っていた優しい心を見せるようになり、フローズンティアドロップではリリーナと結婚するに至りました。そんなヒーロの初期案第1項がこちら。イメージはすでに固まっているようですが、年齢が少し高めで、身長も最終版より少し高い印象を受けます。服装の方は、タンクトップは最終版と同じですが、パンツがスパッツではなく、広がる短パンになっています。工作員であれば、スパッツの方が、潜入時に何かに引っ掛けてしまう心配もなくなるので都合がいいという印象がありますが、そもそも潜入時にタンクトップで忍び込むこと自体おかしい気がするので、深く考えてはいけなさそうです。ちなみにキャラクターデザインを担当された村瀬修光氏は、ガンダムウィングの前年に公開された映画版ストリートファイター2のキャラクターデザインを手掛けておられるということで、確かに見比べてみるとどことなく竜の面影を感じさせる風貌になっています。そんなヒーローは第1案からすでに外見や服装のイメージは固まっているように見えますが、表情やキャラクター性をどうするのか苦労されているようで、第2案では様々な表情が見られます。劇中では見せたことのないような怒った表情もあることから、当初はもっと感情豊かな少年だったのかもしれません。中には額に鉢巻きらしきものが描かれているものもあるので、ますます竜に近い印象を受けます。全体像だと短パンの下にスパッツを履いていますが、短パンがスタッフ一押しだったのかもしれません。ちなみに資料集ではまだまだ決定版よりも年齢が高めの印象を受けるとされていますが、個人的には後年の1999年から始まったテニスの王子様では、どう考えても15歳とは思えないキャラたちも登場しているので、もしこれが最終版だった場合、さらにガンダムウィングのツッコミどころの一つとして伝説になっていた気がします。他にも表情の別バージョンもあったようです。だいぶ大人びた風貌で、現在だとフローズンティアドロップで登場している若き日の指導者ヒーローに似ている印象を受けます。もしかしたらこの案から指導者ヒーローのデザインが固まっていったのかもしれません。続いて第3項では一転して幼くなりました。まだあどけなさが残る15歳というか10歳くらいの少年のようにも見えます。体が成長途中という感じで、ちょっと工作員とは考えにくい印象を受けます。ヒーローはこのように15歳らしい顔立ちに少しずつ変化して、私たちが知るヒーローのデザインが完成したようです。2、デュオ、トロワ、カトル、ウーフェイ。キャラデザインはヒーローとリリーナ、そしてゼクスを最初に行い、その3人が決まった上で他の人物たちのデザインを行っていくという方法とされていたそうです。そのためこの4人の設定作業を行う頃には村瀬氏のイメージがほとんどできていて、ほぼ一発 OK だったとされています。デュオマックスベルの第1項がこちら。私たちが知るデュオと服装も表情もほぼ一致しているのではないでしょうか。陽気なキャラクター性が感じられます。トロワバートンの第1項がこちら。私たちの知るトロはそのままですね。この特徴的な髪型は最初から決まっていて、もともとは巨人の星に登場する花形満の髪型に対する疑問から始まっているそうです。カトルラバーガミナーの第1項がこちら。人物像や服装がすでに固まっている様子がわかります。この第1項では狂ったカトルの表情が見られないので、当初から狂う予定だったのかどうかはわからないようです。
チャン・ウーフェイの第一項がこちら。ウーフェイも最初からイメージが固まっていたようです。しかしウーフェイは最初アフリカ人という設定だったのが途中で中国人に変えたので、他の3人とは違い設定作業が遅れたことが明かされています。ウーフェイの服装は最終版と違っていて、こちらはとりあえず人民服を着せてみたものとされているのですが、エンドレスワルツで過去のウーフェイが映されたシーンでは似たような服を着ているので、この第1案から来ているのかもしれません。また判明しているシェンロンガンダムの第2案には中国、水といったコンセプトでデザイン作業が始められていると書かれているので、順番としてはウーフェイの人物像を決めてからシェンロンガンダムのデザインが進んでいることがわかります。3. リリーナとゼクス。兄弟であるリリーナとゼクス。この2人はヒーローの次にデザインされたそうです。そんなリリーナの第1項がこちら。なんとも最終版とは全然雰囲気の違う優美な女性という感じでしょうか。ヒーローと同じで15歳にしては年齢が高い印象を受けます。エンディングでは動物と戯れる無邪気な女の子という感じの一面を見せていたり、作中では特に序盤ではどこか世間知らずのお嬢様という印象がありましたが、このリリーナは世間知らずどころか海線山線の強者という印象を受けます。そして第2項では年齢が下がり、今の私たちがよく知るリリーナになった感じがします。次にゼクスです。第1項の仮面ありなしがこちら。髪型がソバージュなのでそれだけでも印象が違いますが、目元も今のイケメンフェイスというよりは個人的にはちょっと小物臭が漂う悪役顔という感じに見えます。マスクの方も最終版だけではなく目元が広がるように開いているように見える案もあったようですが、ただこのマスクの中の目は白目になっているので、目元が開いているというよりは模様が入ったマスクなのかもしれません。服装もまだオズの軍服が定まっていないのか、民族衣装か何かのようにも見えます。4. ガンダム開発者たち。5人のガンダム開発者たちは初期案の頃からかなり最終版に近かったようです。ウィングガンダムを開発したドクター J とガンダムデスサイズを開発したプロフェッサー G は別設定があるそうで、ここでは細かく描かれていませんが、ガンダムヘビーアームズを開発したドクトル S、ガンダムサンドロックを開発した H 教授、シェンロンガンダムを開発したローシオはすでにこの段階で顔立ちや服装、キャラクター性も全て固まっているようです。また別でアイデアスケッチが描かれています。こちらを見ると、まず左側には笑顔が眩しいマイク・ハワードが描かれています。アロハシャツも風景も笑顔から伝わってくるキャラクター性も最終版を感じさせます。ドクター J はすでにアイデアが固まっていたのか、左手の義手もすでに存在していて、こちらも最終版に近い印象です。プロフェッサー G は最終版では頬に傷がありキノコ頭をしていますが、この案では頬の傷はなく、代わりなのか眼帯をしていて立派なヒゲが生えており、髪型もそこまで横に広がってはいません。なんとなく髪型は最終版に通じるものがありますが、かなり別キャラな印象を受けます。ドクトル S は髪型や顔の輪郭は最終版に似た雰囲気を感じるものの、個人的には普通の穏やかなおじさんという印象を受けます。このアイデア版では鼻当てがない代わりにメガネをしていますが、このままだと個性強いキャラが集まるガンダムウィングでは結構普通なキャラな感じがします。ローシオは最終版とは異なりヒゲがあるようですが、それ以外は変わっていないようです。そしてもう一人眼帯をした謎の人物がいます。H 教授というには似ても似つかない謎の人物。ボツになった案なのかもしれません。5. ことはすべてエレガントに。まずミスターエレガントことトレーズ・クシュリナーダ。第1案の時点ですでに完成しているようです。面白いのが、トレーズはガルマザビをイメージし20歳そこそこの年齢でデザインされていて、クリーンナップの途中で25歳前後に年齢が引き上げられたそうです。ということは第1案のこちらは20歳ということなのかもしれません。すでに最終版と同じような雰囲気なので、個人的には25歳に見えても不思議ではありませんが、深く考えてはいけなさそうです。次にルクレツィア・ノイン。ゼクスと会えない日数を正確に覚えている女性。第1案が
そのまま決定校になっているそうで、すでに雰囲気が伝わってきます。そしてこちらのキャラ。これは誰なのか、皆様わかりますでしょうか？これはサリー・ポウの第一案だそうです。サリーといえば、ウーフェイを中心に色々手助けをした人物で、元は地球圏統一連合で医療を担当していた軍人ですが、第一案では、まだ、あどけなさの残る少女という印象を受けます。個人的には、確かに、このサリーが、ウーフェイの戦意を取り戻す役割を担おうとすると、ちょっと幼くて説得力に欠けそうな印象を受けます。お次はこちら。いや、もはや、これだけでは誰だかわかりません。このキャラ、レディアントのこと。最初は、ロングヘアの気品あふれる女性という感じがしますが、メガネが追加され、最終版になっていったそうです。これは、当初監督からは、レディアンのイメージは秘書としか言われていなかったので、このようになったそうです。個人的には、七井ミゲル的な大人の色気を持つ女性というイメージで、これはこれで好きなのですが、皆様はいかがでしょうか？最後はこのお方。誰？こちら、ドロシー・カタロニアの第一項の案の一つとのことです。村瀬氏が、このキャラを書き上げた時、自信を持って、絶対にこれで決まったと思ったデザインだったものの、拒否されてしまい、別の案が書き起こされることになったそうです。高笑いする様子も見られるので、監督のキャライメージに合わせて書かれていたものだと思うのですが、個人的には、どことなくクエスパラヤに似た感じがします。もし、このドロシーが採用されていたら、モビルドール部隊を動かすのも、クエス声で、ちょっとわがままキャラの方が合っていそうな印象を受けますが、どうでしょうか。また、この時、別で書き起こしていたドロシーがこちらとのこと。なんとなく、最終版に近い印象を受けますが、まだ、普通のお嬢様という印象を受けます。その後、デザイン変化の順番がよくわかりませんが、ある時、監督から良いアイデアが浮かんだ。眉毛が2本あるんだよ、と言われ、村瀬氏の苦悩が始まったそうです。素人目にも、なんとも無茶な要求のようにも思えますが、これをクリアして最終版ができていったとのこと。ちなみに、ドロシーの服装案には、このようなものもあったようですが、アニメで描かれることはありませんでした。さすがに某所から怒られると判断されたとかでしょうか。ということで、ガンダムウィングの面白いキャラクター初期案についてでした。村瀬氏がガンダムウィングの前に劇場版ストリートファイター2のデザインを担当されていたということで、特にヒーローの初期案が竜に近いという話がすごくしっくりきたりします。実際のキャラ年齢に対してデザインの方が大人びているということで、何度も修正が入っていたそうですが、ガンダムウィングの後年にはどう見ても中学生ではない人物たちが登場するテニスの王子様が出ていたりもするので、大人びたデザインのヒーローたちが最終版だったとしても、それはそれで突っ込みどころが増えて一層面白くなっていそうな気もします。ぜひ皆様が好きなキャラや突っ込みどころなどもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。